回のマザーシップパレットって初めて全部プレストフォーミュラなの？いつもと違うの？いえいえ、今回が初めてではないんです。こんにちは、すみれです。皆さんお元気ですか？今回はパッドマックグラスから新しくマザーシップパレット12が発売されましたね。このパレットについて今日はね、特別シェードが1個も入ってない？いや、特別シェード5個も入ってるんだよ。こんなね、意見ももしかするとどこかで聞いてるかもしれないので、こちらの動画で詳細を話していきたいと思います。で、ここ何年かパッドマックグラスのマザーシップといえば、ピンクが続いてましたよね。まずこちらのマザーシップパレット7、ディバインローズ1。このパレットがとにかく大ブレイクして、その後にマザーシップパレット8、こちらでディバインローズ2として新たにね、またピンク系が出たんですね。その後にはヒュートピアンドリーム。これもパープルを隠すと結構ピンク系のパレットでした。そしてムーンリットセダクション。これはピンクでもちょっと落ち着いて結構万人に使いやすいパレットですごくね、評判が良かったものでもありますね。そんな中、その翌年に発売されたのがサンリットセダクション。もうピンクの集大成なようなものが出来上がりました。そこで、さすがにパッドのね、ファンであっても、ピンク続きそろそろ飽きてきたっていう声が結構多い中、その翌年は発売がなかったんですね。で、これはあくまで私の憶測なんですけど、パッドマックグラスは2025年の3月にルイ・ヴィトンのメイクラインのね、クリエイティブディレクターに就任したことを発表したんですね。もしかすると、こういうのって大体1年ぐらい前から動いてるので、それで忙しくてマザーシップパレット出せなかったんじゃないかななんて思ってます。ついに今年マザーシップパレット12ペタルモーフィスが出て、やっとね、メインの色味っていうのがピンクではなくてグリーン系だったんです。こちらが自然光で見るパレットに入った色味。そしてこちらは黄色の光。最後に白の蛍光灯の光の下で見るパレットに入っている10色の色味になります。で、こちらのマザーシップパレットはイタリア製。そして使用期限は18ヶ月になります。そして今回は限定版のラベンダーケースで、こういった形で裏がね、ゴールドのステッカーになっているものと、通常通りブラックのもの、それぞれ2つ同時に発売されました。基本的にこの限定版というのは、期間限定で出ているので、しばらくするとブラックのみになるかなと思いますが、過去にもね、限定版でゴールドだったりね、ピンクだったり、そういったパレットの色味が出ています。で、今回はこのようなね、紙のケースになっています。いつもマザーシップパレットっていうのはね、様々なこの芸術性に溢れたケースになっているんだけど、今までは結構ピンク系のケースが多かったんですが、今回はね、グリーンになりました。そして中を開けると、ここにね、色の名前が入っている紙が入っています。そしてマザーシップパレット、通常通り10色色味が入っていて、中に大きめのね、鏡もついています。早速、この中に入っている色味をね、皆さんに様々な光の下で紹介したいと思います。左2色がマット2色。そして右側がマットの質感に細かいラメ感が入っているものになります。そしてこちらが黄色の光。こちらが白の蛍光灯です。腕を動かすと右側のね、マットの色味が細かいね、キラキラっとしたね、可愛らしいラメ感っていうのが見えますね。とっても線香花火みたいな感じでね、可愛いかななんて思います。そしてシマーメタリックの色味2色ですね。右側がまたね、細かいきらめきがありますね。でね、日光に当たるとこんな感じで見えますね。こちらが黄色の光です。そしてこちらが白の蛍光灯です。右側がね、このアメジストのきらめきみたいなね、そんな表現もできるかななんて思っちゃいますが、とっても綺麗ですね。そしてブリッツアストラルシェード、これは特別シェードにつけられる名前ですね。今回は5色です。で、ちょっとね、日が出てるところに持っていくと、これがね、日光に当たった見え方ですね。直射日光ね。
こちらが黄色の光になります。左側がね、綺麗なディオクロームにもなっていますよね。そしてこちらが白の蛍光灯の光の下で見る特別シェード5色になりますね。今までのパッドマックグラスの特別シェードと比べて皆さんはいかがですか？で、今回ね、ちょっと印象的だったのが、海外でね、言われてるのが、今まではね、このベイクドフォーミュラが特別シェードだったんだけど、プレストフォーミュラになっている。今回はベイクドフォーミュラが一個もないって言った声が結構あるんですね。ほとんどだと思います。じゃあ、パッドマックグラスの特別シェードってそもそもどんなものなのか。今から特別シェードのね、フォーミュラについてお話ししたいと思います。まず、プレストフォーミュラっていうのは、プレストっていうのは何かっていうと、プレスというのは押すですよね。なので、押された、pressed。なので、押されたこのフォーミュラ、しっかりとパンの中にグッと押されているものですね。それがプレストフォーミュラになります。そして、ベイクドフォーミュラっていうのは、このもうちょっとね、表面を見てみると、ふわっとしているんですね。実際に商品をお見せした方が分かりやすいと思うんだけど、プレストフォーミュラってこのパンの縁が見えてますよね。パンが見えてますよね。で、そこにこうグッと押されているような形なんですね。で、一方特別シェードってパンの縁見えてますか？見えてないんですよね。ちょっとね、盛り上がってる感じなんです。こっちと違いが分かりますか？よく見るとね、違いがあるんですね。これがベイクドフォーミュラ。こっちもそうです。これはディバインローズ2なんだけども、こっちがね、プレストされてみんな押されてこう枠も見えてますよね。こう言うとね。でもこっち側は見えないですよね。こう盛り上がってますね。もうちょっと言うと、ブリッツアストラルコートっていうのがあったんだけど、これらもみんな、この縁が見えないですよね。これと比べると分かりやすいと思うんだけど、こっちがプレストです。押されてるからこういった枠がみんな見えますよね。こういった枠がね。プレストフォーミュラとベイクドフォーミュラの違いになります。そして海外の声では、基本的に特別シェードはベイクドフォーミュラだから、今回全部プレストになってるから、特別シェードはないって言ってる方も中にはいらっしゃったんですね。じゃあ、今までのマザーシップパレット、特別シェードは毎回ベイクドフォーミュラだったのかっていうことなんだけども、実はよく見てみると、そんなことないんです。ちょっと見てみましょうか。まず、マザーシップパレット1、サブリミナル。これは左側ね、プレストっていうのはわかりますよね。右側、これはベイクドフォーミュラですね。この枠が見えないですね。サブライムパレット。これもこっちがプレスト。そしてこっちはどうですか？これもベイクドですね。そして3。このパレット、左側6つ、プレストですね。右側がベイクドフォーミュラでドーム状になってますね。そしてマザーシップパレット4については特別シェードが1個も入っていないね。すべてメタリック系が入っているので、私は購入していません。そしてこれが5、ブロンズセダクション。これも左側がプレストで、右側がベイクドですよね。もう違いわかりますよね。こちらがミッドナイトさん。これも枠がね、みんなこう見えてプレスト。これはベイクドですね。マザーシップパレット7、ディバインローズ。これもこちらがプレスト。こっちはベイクドですね。マザーシップパレット8、ディバインローズ2。これもそうですね。左がプレスト。右がベイクドフォーミュラになっています。ただ、9のヒュートピアンドリーム。ヒュートピアンドリームなんですが、おや？この色味。これ、プレストですね。そして残り3つはベイクドフォーミュラです。ただ、この時は4色中1色だけがプレストフォーミュラ。残り3色はベイクドだったんですね。そしてその後に出たムーンリットセダクション、マザーシップパレット10。これよく見ると実は全部4つの特別シェードがプレストになっています。そしてサンリットセダクション。前回ね、出たマザーシップパレット11。これもよく見ると、ベイクド状ではなくて、プレスト状にもうすでになっていたんですね。なので、詳細を言うと、実はすでに過去ね、2回、サンリットセダクション、ムーンリットセダクションで、全てがプレスト状のもので発売されていました。マザーシップパレット9からそういったプレスト状のものを少し入れ込んできたといったのが実際のところではないかなと思います。
だベイクドフォーミュラってもともとそもそもこの液体みたいにしてそこから一回焼いて、でそれでねこうドーム状にするんだけど、ブランドによってはさらにそれをプレストする場合もあるっていうのは聞いたことはあるので、実際のところはどうなのかはわからないです。ベイクドで作ってだけどもプレストで抑えたのか、ただおそらくベイクドで作ったらベイクドままでいくのかなと思うので、多分そこには変更があったと思うんだけども、公式には何もね話していません。で今回ね、右側4つだけではなくて左の方にもねその特別シェードの名前の色味っていうのが入っていて、実際今回ねスウォッチしましたが、皆さんからはどう見えましたか？今までの特別シェードのような印象は受けましたか？ただ特別シェードと言ってもいろんな特別シェードがあります。すべてがキラキラとか粒感が大きいものではなくて、全然ラメ感がないようなものもあります。例えばマザーシップパレット7、ディバインローズ1では4つの特別シェードのうち3つがラメ感が全くないものです。そのうち2色はディオクロームだったりするんだけど、ラメ感のないねイエローっていうのもあったりしました。それも特別シェードで、ベイクドフォーミュラだったんだけども、私としてはあんまり特別感は正直ないと思っていたようなものです。そういったものもあるので、プレストだから NG、ベイクドだから OK というよりかは、自分の好みにはどれが合ってるかというので判断していただいた方が良いかなと思います。私の過去の動画で、マザーシップパレットに入っている全ての特別シェードのみを装置した動画っていうのがあるので、よかったらね、その動画も見てみてください。そして今回ね、このパレットを初めて使った時、私は右下の色味をね、ブラシで使いました。結構硬いのかなと思って、平ブラシをね、少し強めに取ったら結構動いたんですね。全然硬くはなくて、とても柔らかいので、すごく綺麗について、これ特別シェードの輝きだって思ったので、私の中では十分綺麗だなと思っています。そしてパレットの色味。今回私は限定版を買ったんですが、寸前までもう絶対ブラックだと思っていました。理由としては、中の色味がブラックの方が相性がいいと思ったし、あとは将来的に皆さんに比較をお見せするときに、このパレットが紫だったりすると、ちょっとイメージがつきにくいかなと思ったりもしたんですね。ただ発売当日にパッと見たときになぜかこのパレットの方が新鮮に見えたんです。だけど、ずっと黒だと思っていただけに、どうしようって言って迷いがあってすぐに買えなかったんですね。そんな中、この限定版は先着100名の方には直筆のパッドのサインがあるんです。ただ私はそれは聞いていたんだけど、どんな感じのサインかもわからなかったから、あんまり意識していなかったんですね。で、パッドマックグラスのインスタグラムで、パッドがね、サインを書いている様子があって、結構同じようなラベンダーの色味で、サインがあって、同じ感じでここにこう入るんだって見たらもう絶対パープルだと思ったんですが、サイトに行ったらもう完売してたんです。なのでちょっと諦めて少し待ったらまたね、このパープルが出てきたので、今回こちらを買ったんですが、サインはね、入っていないタイプになりました。でも実際に買ってどうだったかって思うと、画像だとあんまりこのパープルとこのパンの色って似合わないんじゃないかなと思ったんだけど、肉眼で実際に見てみると、アイシャドウの色味とこのパンの色っていうのは意外にもね、すごくマッチしていて、綺麗だなって感じるんですね。公式サイトだとちょっとわかりにくくてミルキーなのか反射するのかわからなかったんですが、実際手に取って見てみると、ブラックのものが100% ね、綺麗に反射するとしたら、これは7、80% ぐらいかなといった個人的なイメージがあります。なので私は結果的にこれを選んで良かったなって思ってます。それではこのパレットに入っている色味で私が似てるかなと思うようなもの、そしてあとはねちょっと質問があって、ミッドナイトサンドの比較も見たいですっていった声もいただいたので、全部合わせてねいろんな比較をお見せしたいと思います。まずマザーシップパレットっていうのは左側のね一番上にこの白系の色があるんですね。全部そうです。みんな白系の色がありますよね。ここにも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 。なのでこの白はね今までの白とどう違うか全部並べてみたいと思います。こんな感じです。一番下が今回のメタルモーフィシス、左上の色味。そして左からマザーシップパレット1、2、3、5、6、7、8、9、10、11ですね。でこう見ると結構ねピンク系なイメージがありますね。似てるなと思うのは左から2番目のマザーシップパレット2に入っているものとマザーシップパレット6に入っているものですね。そしてこのピンクのねものっていうのはマザーシップパレット8なんだけどディオクロームになってるんですね。
今回のはディオクローム感っていうのはないので、なのでディオクローム感のない2と6の左上の色味っていうのが一番近いかなと思いました。皆さんからはどう見えますか？次はね、このグリーンを見ていきたいと思います。以前のパッドマックグラスのメガパレットね、ここにもね、グリーンのマットっていうのが入っているので、これを比べます。そして、ナターシャ・ディノーナのユッカパレット、ここにもね、グリーン系のマットが入っているので、これも比べます。最後に、ちょっと以前のものなんだけど、ナターシャ・ディノーナから出ているメトロポリスパレットね、ここに入っているこのグリーンもね、一応比べます。こちらになります。左がメガパレット、真ん中がユッカパレット、右側がメトロポリスパレット、一番下が今回のメタルモーフィススになります。今回の方がね、一番暗めですね。そして次はこのね、濃いめのモーブピンク見ていきたいと思います。で、このピンクのね、以前のメガパレットの中に入っているこの色味ね。そしてマザーシップパレットにサブライムに入っているこの色味。これシマーなんだけど一応色味比べます。そしてマザーシップパレット7、ディバインローズ1に入っているこの色味。マザーシップパレット9、ヒュートピアンドリームに入っているこの色味。マザーシップパレット11、ここに入っているこの色味。そしてナターシャ・ディノーナのアイニーダヌードパレットですね。この中に入っているこの色味ね。あとはナターシャ・ディノーナのレトロパレット。ここに入っているこのモーブ系の色味。最後にビジアートのグランデプロですね。ここに入っているこのモーブ系の色、すべて比べてみたいと思います。こちらになります。一番下が今回のパレット。そして上が比較に使うパレットです。一番近いなと思ったのが、ナターシャ・ディノーナのレトロパレットね。そこに入っているこの色味。あとは、淡いピンクのね、メガパレットに入っている色味が近いかなと思いました。で、ベジアートも近いかなと思ったんだけど、ベジアートの方がもう少し落ち着いた色ですね。こんなような比較になりました。次はね、この色味。これ特別シェードですね。比べていきたいと思います。比べるのは赤のね、メガパレット。これに入っているこのラベンダーの色味。マザーシップパレット1に入っているこの特別シェードの色味。マザーシップパレット9、ヒュートピアンドリームに入っているこの2つの特別シェード。マザーシップパレット10に入っているこの2つの特別シェード。最後に、これはリサ・エルドリッチなんですが、彼女のパレットに入っているこれもね、とても綺麗な色なので、比べたいと思います。こちらになります。一番下が今回のペタルモーフィシス。上が比較に使ったものですね。どれが近いと思いますか？私個人的には、ヒュートピアンドリームのこのパープルね、パープルの色味をちょっと弱めた感じが近いかなと思いますね。あとはね、リサ・エルドリッチね。これも結構ね、似たような感じがあるんだけど、今回の方がこのパープル、ラベンダーの色味っていうのが少し感じますね。リサ・エルドリッチの方も感じることは感じるんだけど、もうちょっとゴールド系が入ってるというかね。そんな印象があります。で、あとはね、色味としてはメガパレットに入っているものもちょっと近いものはあるんですよね。ただ、こっちの方がね、もう少し明るさときらめきを加えた感じですね。どれも全部綺麗ですよね。今自然光です。次は、この色味を比べます。マザーシップパレット8、ディバインローズ2、ここに入っているこの色味。マザーシップパレット11、サンリットセダクションに入っているこの色味。ブリッツ・アスタラルクウォットのリチュアリスティックローズ。ここに入っているね、この色味。そしてこれはね、いつだったかホリデーのね、パレットなんだけど、ここに入っているこの色味。すべて比べます。こちらになります。下が今回のものですね。今回これはメタリックですね。特別シェードではないですが、上の比較のもの、左側が同じメタリック、真ん中2つが特別シェード、右側がメタリックですね。一番似てるかなと思ったのは、サンリットセダクションのこの色。これが左から2番目なんだけど、一番似てる感じがしますね。皆さんからはどう見えますか？そして次に、このマットの色、一番近いなと思ったのが、マザーシップパレット11のサンリットセダクションのこの色ね。一番ね、この2つが似てるなと思ったので、この2つを比べようと思います。こちらになります。左の方がちょっとピンク系ですね。右側の方がオレンジ系な気がします。パンで見るとね、本当に似てるんだけど、座ってすると違いますね。そして次が、この色ね。このグリーンとイエローというかね、これはとてもユニークな色です。比較に使うのは、マザーシップパレット3、
サブバーシブ。ここに入っているこの色味。ナターシャ・ディノーナ。これは28色パレットで、グリーンブラウンのね、パレットなんですが、ここにも実はとても似たような色が入っているので、これを比べます。そして同じくナターシャ・ディノーナの床パレット。ここにも似たような色が入っています。最後にリサ・エルドリッチ。ここにも似たような色が入っているので、早速比較をお見せしたいと思います。こちらになります。一番下が今回のペタルモーフィセスのパレット。そして上が比較に使ったパレットです。一番左側がマザーシップパレット3、サブバーシブ。真ん中2つがナターシャ・ディノーナ。一番右がリサ・エルドリッチ。私が見るとリサ・エルドリッチが一番ね、近いかなと思います。今回のね、ペタルモーフィセスの方が暗さはあるかもしれないんですが、系統が似てるのがリサ・エルドリッチかなといった印象ですね。こんな違いがあります。似たような色でもみんな少しずつ違うのが面白いですよね。そして次はこの特別シェードのグリーンの色味。マザーシップパレット2、サブライム。ここに入っている特別シェードのグリーンですね。あとはブリッツアストラルクワットでもこのね、グリーンがあるので、これも特別シェードです。3つ比べてみたいと思います。こちらになります。左側がマザーシップパレット2、サブライム。右側がブリッツアストラルクワット。そして今回のね、パレットなんだけども、断然今回の方が色の鮮やかさがありますね。きらめきはもちろんのこと、鮮やかさが強いなと思います。で、上の2つはディオクローム感を私は感じますね。例えば左側っていうのが、このブラック系の色素の上にグリーンのラメ感。そして右側っていうのが淡いグリーンとちょっとね、濃いめのシルバーブラウンというか、そういったもののディオクロームですね。今回のはディオクロームではないんだけどね、鮮やかできらめきも綺麗ですね。今自然光で見ています。こういった違いです。そして次はこの特別シェードの色味を比べていきたいと思います。比較に使うのはマザーシップパレット5、ブロンズセダクションのこの特別シェードの色味。マザーシップパレット11、サンリットセダクションのこの色味。最後にホリデーのアイシャドウパレットに入っていたこの真ん中の色味。比べていきたいと思います。こちらになります。下がペタルモーフィシス。そして上が今回の比較に使ったマザーシップパレット5、ブロンズセダクション。真ん中が11のサンリットセダクション。最後がね、ホリデーの5色パレットですね。こうして見ると、どれが一番似てますかね。私は個人的にはサンリットセダクションの色味が似てるかなと思います。結構サンリットセダクション近いものがありますね。そして、この色味。この特別シェードを比べます。パッドマックグラスの4色パレット、ボイアリック・ヴィクセン。このパレットに入っているこの色味。そして、セレスチュアル・オデッセイ、ラックス・クォット、ディープ・スペース・ディビニティ。ここに入っているこの色味。比べてみたいと思います。こちらになります。上にあるのが比較に使った2つのね、4色パレット。そして下が今回のパレットですね。一番似てるのは左側ですね。このボイアリック・ヴィクセン。この2つがよく似てると思います。輝き具合も色味もね、似たような印象がありますね。最後に今回ね、パープルの印象があるっていうことで、このね、パレットのパープルと、あとこれがね、パープル系ですよね。ミッドナイトサンとの比較をお願いしますとあったので、実際にパレットを並べてみたいと思います。並べるとね、こんな感じですね。こちらが今回リクエストいただいたマザーシップパレット6とのね、比較になります。全色スウォッチです。似てるかなと思うようなね、色を隣同士に乗せてみたんですが、こんな違いですね。同じモスグリーン系があったりとか、あとは左上のね、明るめの白っていうのはすごく似た印象がありましたよね。こんな違いになりますね。このパレットについていくつかいただいた質問があるので、そちらにお答えすると、歴代マザーシップパレットの何位だと感じますかって言ったね、ことがあったんですね。これはね、いい質問ですね。以前私はパッドマックグラスのランキング動画を出しています。日常使いのしやすさのランキングだったりとか、特別感を感じるもののランキングだったりとかね、カテゴリーごとのランキング3つぐらいね、作ってるのでよかったらご覧になってみてください。その後私もまた使うパレットも変わってきたり、新しいパレットも入ってきたりして、結構ね、ランキングも変わってくるかもしれないですよね。意外には意外でね、ピンクが多いって文句言っときながら、このパレット実はすごく好きなんですね。ピンク系のルックをしたい時には、
ディバインローズとかいろいろ他のピンク系あるけど、断然これを使うことが多かったりもしたし、シンプルなんだけどすごくね、使いやすくてニュアンスの出方がとっても綺麗で、これも好きなんですね。なので他にも好きなマザーシップパレットを合わせて考えて、今回のものはトップ5には入ると思います。そしてね、あといただいた質問として、この緑系が好きなんだけども、普段使いにはこれどうですか？しやすいですか？っていった質問がありました。ここに入っているグリーン系っていうと、このマットのグリーンと、あとは質感のあるね、緑とグリーン、そんな感じがしますよね。マットのグリーンであったら、締め色にとっても使いやすいと思います。私も実際に使うんだけど、例えばブラウンメイクでも、際の方にちょっとこのグリーンを重ねてあげたりするだけでもニュアンスですごい綺麗になったりするし、マットの質感なので、色がすごく綺麗に締まってくれるんですね。この質感の違いでお話ししたことはあるんですが、質感があるキラキラしたものっていうのは肌を前に見せる効果。そして質感がマットなものっていうのは光を吸収して肌を後ろに見せてくれる効果っていうのがあるので、締め色とかっていうのをね、マットを使ってあげるとよりね、立体感が出てくれるかなと思うんだけども、これはそういった意味でとても使いやすいと思います。ただ、今回質問をくださった方はおそらくこの2つのグリーン、特にこれで日常使いしやすいかを知りたかったんじゃないかなと思います。日常使いでもその方の日常の場面っていうのがどんなところが多いのか、結構自由が利くところなのか、お堅いところなのか、そうじゃなくて単に普段使いやすいですか、普段簡単にメイクができますかっていった意味合いなのかもしれないんだけど、それぞれの場面でお話をすると、簡単にこれを使えるかって言ったら、正直カラーメイクに慣れていないと、最初にこのキラキラをどう使っていいかなって思われる方いらっしゃると思うんですよね。ここに入っている黄緑に見えるようなものも結構ゴールド感っていうのも強いので、ゴールドに少しグリーン系のニュアンスが入っているような印象もあるから、その色はすごく使いやすいと思います。このグリーンにおいては、例えばブラウンのマットとかをやってあげて、ほんのりと薄く軽くね、ブレンディングブラシでもこのふわっとかけてあげる分だったら、色味を強くのせるというよりかは、このきらめきっていうのをね、のせてあげることができるので、そんなような使い方だったら日常使いでも普通に使いやすいかなとも思ったりもします。この後にお見せするルックでもね、何かグリーン系入れようかなと思ってるんですけど、それだけじゃなくて、今後ね、もしリクエストがあったら、そのルックだけに特化した動画とかも作ろうと思うので、お気軽にリクエストをいただければと思います。で、次はブルメに似合うか知りたいですって質問だったんですが、私は個人的に似合うと思います。私がね、ルックで使うものなんだけど、ちょっと怖いと思ったらごめんなさいね。ブルーベースの肌、イエローベースの肌、それぞれちょっと用意してるんですけど、今簡単にね、この肌の上に色味乗っけてみました。どうですか？あとは自分がその色を見て、この色好きだなって思う色って大体自分に似合う色なんで、綺麗と思ったら試してみるのはいいかなと思います。結構パッドの公式のスウォッチだと分かりにくいので、少しでも私のパレットで見えるような色の見え方とか、実際にスウォッチ様々な光でね、見て、どんなところに自分がよく行くことが多いかな、普段黄色の光が多いかな、白の蛍光灯かなとかいろいろ考えてもらって、ご自身に合うものをね、見つけていただければと思います。で、今回ね、事前にいただいた質問だったりしたんですが、もしこの動画を見た後でも、でもこれってどうかな、この色味ってどうかなとか何か質問があったら、コメント欄に書いていただければ、他にもね、同じような質問を持っている方いらっしゃると思うので、改めてまた動画作るので、お気軽に質問があれば教えてください。で、今回のパレットは、ここに入っている色味が中間色としてすごく使いやすくて、白の光で見ると細かい光がありましたよね。それが実際このブレンディングで中間色に使ってギラギラしちゃわないかなと思うんだけど、全然ね、そんなに肉眼で感じることっていうのはあんまりないです。ここに入っているね、ピンクもちょっとモーブ系ですよね。で、モーブ系っていうと、ディバインローズ1。その中にもモーブ系の色があるんだけど、それはね、もうちょっとくすみが強くて濃いんですね。この方がもっとね、明るさっていうのがあるので、私はこっちの方が好きです。ということで、今からこのパレットでできる5つのルック、皆さんに紹介したいと思います。ルック1。カラーをね、いろいろ使ってるんだけども、とても優しい印象のルックです。早速やっていきましょう。まず、中間色をブレンディングブラシで塗っていきます。ちょっと暗いかなと思ったので蛍光灯の光をつけました。そしてここにある特別シェードの名前がついているこの色味を使います。内側から真ん中までのせていきます。そしてこちらのモーブピンクのような色味を取ります。際に重ねます。この色を取って下まぶた内側から真ん中ぐらいまでのせます。次は濃い緑。
これを残りのところにのせます。そうするとルック1の完成です。色はね全体的にカラフルでちょっとチューリップじゃないけどねお花の感じなんだけども、そんなに派手すぎないとは思いますね。でもし実際にやってみてこのグリーンが自分がやるとちょっと目がきつく見えちゃうなと思ったら、濃いグリーンは使わないでこの淡いグリーンを全体に入れて、濃いグリーンに関してはマット、それでアイライナーを引いてあげたりとかしてもすごく可愛いと思うので、よかったらいろいろとアレンジされてみてください。ルックにこちらはピンク、グリーン、そして特別シェード1色を使って作るルックになります。すごくねニュアンスが綺麗なルックです。それではやっていきましょう。次もね中間色にこの色を使います。このグリーンを取ります。ただ発色がいいから本当にブレンディングブラシで触るぐらい、触って払うぐらいです。両端にのせていきます。本当に少しずつね、結構発色がいいんでドカーンとついてしまうとまた印象が変わってしまうので、こんな感じでね下の部分に緑をのせていきます。黒目の上は明るい色を出すイメージで、白目の上ね両端にグリーンを淡く入れてあげます。でグリーンとピンクって反対色なんですね。反対色を混ぜると結構濁ったブラウンみたいな色になるんですね。英語だとマディってねと言ったりするんだけど、ただ逆にそれを利用してブラウン系がない時とかは反対色を混ぜてちょっとね締め色に使ったりとかすることもできたりするので、使い方はいろいろなんだけど、混ざりたくない人は本当にこのピンクをねしっかり上の方にやって、なるべく混ざらないように色をのせてあげてもいいと思います。混ざってもブラウン系だから私は特に端の方にある分だったら変ではないかなとは思うんですけど、お好みですね。そしたらこのピンクを使います。指でもいいですね。指で取ってもいいしブラシで取ってもいいです。でこのピンクをね真ん中にのせてあげます。結構ねグリーンとピンクのルックも可愛いんですよね。で真ん中にあるのは質感があるのでとても綺麗ですね。下まぶたもこの色を使います。全体にね塗ってあげます。そうすると優しいねピンクとグリーンのルックの出来上がりになります。これだとねほんのりとブラウンではないんだけども肌なじみが良くて、そしてグリーンとかピンクのニュアンスがありますよね。結構使いやすいんじゃないかなと思います。よかったら試されてみてください。ルックさん、こちらは明るいピンクとね黄緑の組み合わせになります。それぞれ内側も外側も質感のあるもので仕上げたルックです。それではやっていきましょう。今ね使う模型っていうのは今までのものよりも色味がちょっと暗いです。なのでもし色白さんがこのルックをするときにはもう少し明るく出てしまうと思うので、同じ感じの濃さを出したいときはベースの色味にちょっとね濃いめのブラウンとかを全体的に淡く引いてあげたりとか、あとはクリームシャドウとかでもいいんだけど MAC のペイントポットとかね、そういうので薄くねベースをブラウンにしてあげて、その上に色を重ねてあげると濃いものができたりします。逆にもっと肌の色が暗い方っていうのはコンシーラーとかちょっとファンデーションとかで色のトーンを上げてあげて、その上から今からやるルックをやると似たような色が出てくれると思うので、肌のトーンをねちょっと調整するとより近い仕上がりになってくれると思います。まず全体にピンクの色味をとって中間色にのせていきます。そしたらこのグリーンを取ります。そして目の外側に塗ります。下まぶたのところもそうですね。今回ね際の部分はこういったねきらめき質感のあるもので仕上げていきます。下まぶたも同じグリーンを塗ってしまって大丈夫です。このピンクを取ります。内側から真ん中まで塗っていきます。そうするとルックの完成になります。それぞれね内側も外側も質感があるものなんだけども、これはこれで綺麗ですよね。特にねこの目の色っていうのがこれは緑なので、もしカラーコンタクトとか持ってる方は
緑系のコンタクトを入れるとまたいい感じにすごく馴染んでくれるかなとは思うんですが、よかったらねこんなルックも一つの案として試されてみてください。ルック4、濃いめのねモーブピンクのマットの色味と、そして特別シェードのデュオクローム、この2色使いで作るルックになります。とてもね色味が綺麗ですね。それではやっていきましょう。まずこの色を取ります。ブレンディングブラシに取って中間色にのせていきます。しっかりとブレンドして肌になじませます。これはイエローベースの肌ではなくて、結構ね色白さんですね、ブルーベースの肌に近いです。なので黄みが強い肌でやる場合は結構ラベンダー系のね色味とかコントロールカラーでまぶたを入れてあげると、黄みを消してくれるので、それでルックをやると似たような色の出方になると思います。そしたらこの色味を取ります。これは特別シェードの名前がついた色味ですね。そして内側から真ん中まで入れてあげます。この色とっても綺麗ですよね。で、この粉の柔らかさ分かりますか？ちょっとこうやっても動きますよね。そしたら際の色をまた足していきます。外側に足します。暗くないかな？大丈夫？ちょっと暗くなったので電気つけました。これは白の蛍光灯です。そしてこの下まぶたに同じ色味をのせていきます。濃いめの色ね。そうするとルック4の出来上がりです。2色でもねこうやってデュオクロームとかの色味を使ってあげるとすごくねニュアンスが綺麗に出てくれるので、私は大好きです。皆さんもよければ試されてみてください。ルック5、こちらは特別シェードのねグリーン、そして左上のねホワイトをパレットから使い、それ以外は皆さんのお手持ちのねブラウンを使ってよりナチュラルに、そしてしっかりとね濃さも統合して作るようなルックになります。それではやっていきましょう。まず明るめの中間色の色になるようなブラウンを取ります。ちなみにこれはナターシャティノーナのゴールデンパレットから使っています。どのブラウンでも大丈夫です。こんな感じで自分の肌の色からアイシャドウの色までね綺麗につながるようにしっかりとブレンドしていきます。このグリーンを取ります。そして内側からね3分の2ぐらいまでのせていきます。濃いめのブラウンを取ります。際にのせていきます。でここでちょっとねこのグリーンを取って、先ほどの特別シェードのグリーンとマットのブラウンの間を埋めるような形でニュアンスでちょっとグリーンのつながりっていうのものせてあげます。瞳の色っていうのが黒だったりとか、もう本当に濃いブラウンの方っていうのは結構濃い締め色を使っても大丈夫です。もしこの色っていうのが自分の目の色とか肌の色にとって濃すぎるって感じた場合は、もっとねもう一段階明るい色っていうのを使って、ブラウンももう一段階明るい色を使ってあげると全体的に馴染むかなと思います。そしたら目頭にこの白の色を取ります。そして真ん中ぐらいまで入れて明るさをね少し出してあげます。残りはまたブラウンを取って下まぶたのところにつなげてあげるような感じにします。そうするとルック5の完成です。全体的にね目力のあるルックでありながらもブラウンを使っているので肌なじみも良いです。この洗練された大人っぽさもありながらしっかりとしたね上品なグリーンっていうのも輝いているかなと思います。こんなのもね服装に合わせてよかったらやってみてください。いかがでしたか？このねパレット迷ってる方がいらっしゃったら、ぜひこの動画を共有してあげてください。こちらのチャンネルでは海外コスメの詳細のレビューをね、もっとプラスアルファの情報も加えて皆さんにお伝えしています。皆さんが購入する前に少しでも納得して本当に自分に合ったもの、好きなものを買えるように、私のね動画がお役に立てればとても嬉しいです。そして皆さんからのLIKEボタンやコメント、とっても励みになっています。
これからもどうぞよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。